皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は科学的に見る幻想郷について解説していきますよ。すべて受け入れる幻想郷だけどあまりにも異質なこともあるから科学的に見るとかなりヤバいことがわかりそうだな。科学的に見ると常識では考えられないことが起きているので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する科学的に見るとヤバかったシーンは、東方神秘録で、聖白蓮が裏剣で寺の鐘を鳴らしたことです。確かによく考えたらめちゃくちゃな話だぜ。まず白蓮は、今は亡き弟の妙蓮から石を引き継ぎ妙蓮寺を建てて、多くの妖怪たちを仏道の弟子としていますよ。多くの妖怪といっても、一部の人間からも信仰を得ているようだぜ。人も妖怪も神も仏も全て同じという絶対平等主義者といったところですね。妖怪たちとは寺で共に暮らしているのですが、その妖怪たちからとても慕われていますよ。そんな白蓮は仏教を幻想郷に広めている身分として、お酒は飲まない摂取を好まない肉を食べないなどの宗教的なルールを大切にしています。ちなみに、ズンさん曰く、仏教は外の世界ではあまり認知されなくなったことから幻想郷入りさせたとのことだ。幻想郷ではお酒での交流を交わすことが多いので、少し人間と打ち解けにくいようですね。私たちの世界の仏教も本来はお酒がダメらしいんだぜ。また大昔の僧侶で、人間を辞めた大魔法使いでもあるのです。その際ダーマの神殿で変更をお願いしてもらったようですよ。いや完全に職業変更やないか。マリサ曰く同僚者、つまり魔法使いのことですね。またダブルスポイラーでの二つ那覇ガンガン行く僧侶。僧侶って命大事に学通だよね。魔法使い中だけあって、彼女の能力は魔法を使う程度の能力。だったら、やっぱりマリサやパチュリーみたいな長距離でしょと思いがちなんですが、彼女は魔法を使う程度の能力といっても身体能力を上げる魔法を得意としています。ちなみに、魔の力を魅了されていた力のようで、おそらく封印させられていた時に魔界で旧作で登場した神器から教えてもらった力もあるんだぜ。修行により得た魔法であり呪文を唱えることで発動、天部に匹敵する速さにだけではなく、剣は鉄拳になり五感を研ぎ澄ますこともできたりマリサのマストに使うハッケロも兵器と各方面にある時はバランスよく、またある時はピンポイントでパワーアップすることができちゃうのですよ。シンプルに身体能力を上げる能力だけどかなり強力だな。そんな接近戦を得意とする大魔法使いの白蓮がどれだけヤバいキャラなのか科学的に見ていこうと思います。一体どんなことなのか気になるよ。まず皆さんこちらを見てください。こちらは白蓮が東方格ゲー作品の勝利シーンでの演出なんですが、軽く裏剣でお寺にあるような鐘を鳴らすというものです。しかもあまり勢いをつけることなく披露しているもんな。ドラゴンボールのパンチングマシーンだとどれくらい出るのか。間違いなく破壊してますね。このことから拳で、鐘付きの種目となんと同程度の衝撃を与えたことになります。このことを空想科学研究所の方々が研究してくれたのですよ。おお、空想科学研究所は漫画やアニメ、ゲームの世界の驚きの現象を科学的に研究している方々じゃないか。そう、YouTube や Twitter で配信しているのですが、Twitter で面白い研究があったのでそれを取り上げさせてもらいました。話を白蓮に戻して仮に、種目の直径を15センチ、長さを2メートル、動かす速度を秒速2メートルとすると、体重 50kg の人の裏剣で同じ衝撃を与えるには、秒速85メートルイコール時速 305km が必要なようです。ほう、時速 305km もあるのか。結局これってどのぐらいのスピードなの？時速 320km 出せる、日本で最高速度が一番高い東北新幹線のはやぶさ小町と同じぐらい速いんですよ。おいおいおい日本一の新幹線と同じぐらいのスピードなのかよ。白蓮の裏剣速すぎでしょ。あとその速さで殴っている手の高度もヤバいですがね。それにしても本気で殴ったら、どれぐらい出るんだろうな。もしも体全体を使って、振りかぶって殴るとしたら2倍ぐらい速いと仮定すると、なんと時速 600km 以上となるんですよ。速すぎてついていけね。実際に白蓮は格ゲー作品でダッシュすると、なんとワープのごとく速く動くことができますしね。科学的に見るとこれはヤバすぎるな。幻想郷は全てを受け入れる場所とはよく言ったものですよ。ちなみに私も足の速さでは負けませんよ。迅速の下着泥棒で恐れられているもんね。では次に紹介する科学的に見るとヤバかったシーンは、宇佐美すみれ子の指パッチンで強力な衝撃波を起こしたことです。よくよく考えたらありえなさすぎる。宇佐美すみれ子は幻想郷の外の世界に住む普通の女子高生ですよ。つまり普通の人間ってことになるのか。学校では成績優秀ですが、あまりのオカルト趣味で友達がいなく、自身でオカルトサークル飛風クラブを作り初代会長として活動しています。初登場は東方プロジェクト 14.5 弾の東方神秘録だぜ。作品では、幻想郷の存在を察
知したスミレコがその秘密に躍起になり、結界を破るため幻想郷にオカルトボールというものを放り込みます。スミレコの能力は超能力を操る程度の能力です。その名の通り、サイコキネシスやテレポートなどの超能力を使うことができますが、使い慣れていないのか、原作ではなんと結構肉弾戦を用いることも、と入っても普通に数々の異変を解決してきた白霊霊夢や霧雨マリサとも戦えるんだからすごすぎるよ。なんせ先ほど紹介したような科学的にぶっ飛んだ白蓮も霊夢立ち旗をしていますしね。間違いない。また 3D プリンター製の拳銃、3D プリンターガンも使用しますよ。エスパー少女らしいトリッキーな技が多彩なんだよな。そんなスミレコは指パッチンで非常に大きな衝撃波を起こすことができるんですよ。宇佐美スミレコのラストワードである、原始せよ異世界の狂気を出放ったんだよな。彼女の場合は白蓮のように魔法を使うわけではなくて、超能力を使うようだが科学的にはどうなんだ？スミレコがどれほどの力で中指と親指を擦り合わせたのかがまず疑問点ですね。まず人間が 5kg の力で押されるとのけぞると仮定し、スミレコの場合、相手が5メートル離れていると仮定します。すると、5メートル離れた相手の顔面に 5kg の力を与える衝撃波ということになるのですよ。そのような衝撃波は、爆薬160具が爆発した時に発生するようですね。もうすでにヤバすぎる内容なんだが、ダイナマイトと同じ威力ってむちゃくちゃすぎますよ。標準的なダイナマイト。薬用200具が爆発した時の8割のエネルギーがあるようですよ。そして指パッチンによる摩擦で、これだけのエネルギーを発生させるために、中指を親指に押し付ける力は、なんと6900トンだ必要。数字があまりにも大きすぎてわかりづらいけどやばいことはわかる。霊夢さん、結局のところ6900トンとはどれくらいなんだ？これは砲丸投げの砲丸を楽々と握りつぶせる力があるようです。あやややや、力が半端なさすぎるでしょそれ。もはやあのバトル漫画の王道であるドラゴンボールの世界の域を同等か、それ以上となっていると言っても過言ではないですね。それだけではないんですよ。指パッチンによる衝撃波は、全方位に広がるので、自分の顔面にも襲いかかるのです。確かにそれだけの爆発力なら自分にもダメージが入るよな。その衝撃波の圧力は、距離の3乗に反比例するとのこと。指パッチンする手から、自分の顔までの距離はせいぜい50センチほどです。それは相手までの距離5メートルの10分の1だから、圧力は1000倍となって、なんとごともの衝撃を食らっているのですよ。顔面に象が乗るぐらいの威力ってことかよ。トップガンの人たちでも耐えなさそうですね。まさか科学的に見てみると衝撃的すぎる力が必要だということがよくわかったよ。またそれを耐えるだけの体の強度にも恐ろしいものでしたよ。宇佐美スミレコ曰く、女子高生は外の世界で唯一無二の最強無敵の種族のことっていうのは本当らしいですね。これから女子高生という種族に近づかないようにします。それではラストに紹介する科学的に見るとヤバかったシーンは、お払い棒を片手で駅舎の頭をかち割る我らが白霊霊夢です。検証内容が面白すぎるんだが、白霊霊夢は言わずと知れた巫女さんですが、お払い棒を武器として扱っていますよ。あれでアタックしたり鬼のようにブンブン振り回して攻撃しているもんね。通常はお払い棒というのはその名の通り、役などのお払いに使うもの。実は神主はお払い棒を適当に振っているわけではありませんよ。へえ、あれ適当に振ってるだけだと思っていたよ。いや神主を軽く見すぎでしょ。振り方にも決まりがあり、お払いする者や人に向かって左右左と順に振って使用するのが正しいやり方です。しかし霊夢について例外とする。お払い棒を振ることによって、対象に集まっていた悪い気がなんとお払い棒に移ると言われていますよ。そんなお払い棒を霊夢は接近戦の道具として使っています。有名なところで言うと妖怪となった駅舎をお払い棒で頭からかち割るというなかなか容赦ない使い方をしたんだよな。なぜそんなことが起きたのかというと、東方鈴名案の第25話著作不明はたやすく盗まれるにて事件が起きます。以前は人里に住む駅舎の門人だったのですが、どんどん魔術の様相が強くなったことで追放になるんですよ。その前後に戦術を通して世界の外側を覗き見たとのこと。ちなみに職業で占い師のことを駅舎と呼ぶんだぜ。そうして、妖怪に管理された生活に嫌気がさし、ついに人間を辞めることを決意しました。そのために駅舎はとある書物から人間を辞める方法を知り、戦術と話術パート、子供のようなザレ言パートに分けた本を執筆して自殺、死亡したのです。そして、生前に書いた本に込めた強い思念により有名をつなぎ、嫉妬の心で妖怪として復活することを起としたのですよ。ゲームの裏技みたいな復活の仕方するやつだな。駅舎の記した本はどういった経緯か鈴名案に持ち込まれていて、元売小鈴が発見しました。本を読みその内容に感服した小鈴は、まず書かれた戦術を人里の子供たちに披露しました。占いはよく当たると評判になり、次第に人里には鈴名案の嬢ちゃんがよく当たる戦術を編み出したと評判が広まっていったのですよ。そして、我が母上である霊夢といえば妖怪であれば特に理由なく対峙する白霊の巫女だったので、無事お払い棒のフルスイングで頭をかち割られて消滅されました。このシーンは、東方では珍しく完全に死を表すシーンだったことからインパクトが絶大だったんだぜ。
ちなみにお払い棒自体は、凛之助に作ってもらってるものなので、特別な力があると思われません。おそらく霊夢の身体能力か、霊力で駅舎をパピコを2つに割るかのように真っ二つにしていますね。駅舎をパピコで例えてあげないで。また幻想郷で人間から妖怪になったことを霊夢は幻想郷では里の人間が妖怪になることが一番の題材なのよとのことで、幻想郷のルールの一端に触れたことで読者に印象を与え、まとめサイトや個人ブログなどで考察記事が立てられるほどその印象は強烈だったのです。このことについてもまた解説していきたい話だよな。そんな真っ二つになった駅舎なんですが、殴られたお払い棒は木製ではないと考えられますよ。確かに真っ二つにするには木製は厳しいよね。そう、木製だった場合どれだけ力強くてもお払い棒の方が折れるのですよ。ということはかなり頑丈な材質なんだろうな。ということで、空想科学研究所では直径1センチ長さ60センチ金属の中では非常に丈夫で軽いチタン合金製だったと考えられました。チタンは最先端の実用金属と言われているよね。そう、チタンは強度が高い金属として有名です。ステンレスと比べても、比重に対する強度はチタンの方が高いと言われていますよ。またチタンは軽量なため、製品の質量を軽くすることも可能。なので高い強度が求められる、航空機やロケットの部品に使われますよ。おお、ロケットなんかにも使われるほどの強度ならばなんとか勝ち割れそうだな。だとすると重さは 209g あるようですよ。そしてその 209g のチタン合金の棒で叩いたらどんなエネルギー値で真っ二つになるかと検証。でも本当にわかるものなのか？ここで空想科学研究所では何かこのことに置き換えられる現象というものを想定し、プロ野球選手のバットのフルスイングで、バーンと人の頭を叩いたらどうなるのかと置き換えて検証しました。それなら確かに真っ二つもいけるのかもな。同じようなエネルギーを細いチタンの方でやれば、二つになることもあるんじゃないのかという考察が出発点になります。そうすると、野球のバットの重さはだいたい 850g 前後なんですよ。はいはい、なるほど。ということは、209g のほぼ4倍ということになります。おまけに野球のバットで先端が太くなっていますよね。そしてこのお払い棒は、根元から先端までは同じように細長いものとなっているでしょう。確かにお払い棒だと先端も細そうだよな。そのことを考えると先端に重さが集まっている方がはるかに有利になり、威力がだいたい 1.5 倍ぐらいになると考えられます。同じ速さで行った場合バットだと重さが4倍で先端に集まってるエネルギーが 1.5 倍となり、6倍の破壊力が生まれることになります。ああ、なるほどなるほど。言っちゃえば筋肉マンのウォーズマンがバッファローマンの角をへし折った時のウォーズマン理論ということか。いやそれ誰が理解出るのよ。逆に言うとお払い棒はバットの6分の1の破壊力しかないのです。だとすると、その代わりスピードが速くないといけないってことになるよね。そう、運動エネルギーは、2分の 1× 重さ×速度の2乗。重さが6分の1だったら、代わりに速度がルート6倍でないといけないのですよ。そしてルート6倍というのは 2.44 倍となります。そしてプロ野球選手のフルスイングの時速 159km あると言われていて、それの 2.44 倍を四捨五入して上から2桁にすると、時速 370km ということになるのですよ。おい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 、略連の裏剣を超えちまったよ。しかも片手でやっているので、両手でやればさらに力が増しますからね。科学的に見ると駅舎ハレイムにとんでもない力の強さで殴られていたんだな。霊夢派もはや妖怪より妖怪の人間の少女ですね。幻想郷があまりにも化け物じみた場所だということがよくわかったよ。私たちが思っていた以上に幻想郷では恐ろしい場所だということが科学的に見たことでわかりましたね。こうやって科学的に見ることで意外な発見があって面白かったよ。視聴者さんが思う科学的に見るとヤバそうなことがあれば教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。